今回はブレンダーを使ってこのマンションのような建物のモデルを作る方法を紹介します。どうやって効率的に建物を量産するのか、リファレンス画像の選び方から建物の特徴を捉えてバリエーションを効率的に生み出すための考え方まで詳しく解説していきます。今回の作り方を応用することでビルを代表とした都会の建物が自力で作れるようになるはずなので、ぜひ最後まで見てください。このチャンネルではブレンダーで作品のクオリティを上げていく動画をアップしていくので、今のうちにチャンネル登録ボタンをポチッとお願いします。ということで皆さんこんにちは。 CG クリエイターのメネガです。皆さんはブレンダーで建物を作りたいと思っていても、そもそもどうやってモデリングすればいいかだったり、バリエーションを作るのにも時間がかかりすぎて挫折してしまったことはありませんか？でも大丈夫です。その問題は建物の要素を規則性と共通パーツに分解して考えること、そして効率的なモデリングの方法を覚えること、この2つで解決できます。詳しく説明していきます。さて今回は中層マンションのような建物を作っていきたいので、まずは作りたい建物がたくさん写ってるリファレンス画像を集めていきます。僕がリファレンスを探すときは Pinterest を使うことが多いんですが、今回のような現実の写真をリファレンスにするときは Unsplash という画像サイトを使います。サイトに移動して、この検索窓からビルディングスと検索してみます。するとこんな感じで世界中のフォトグラファーが撮った街の画像が出てきます。今回は日本の建物の画像が欲しいので、ジャパンと検索してみましょう。少し探してマンションがたくさん写ってるこの画像を見つけました。とても参考になりそうなので、ダウンロードからオリジナルサイズで保存します。さて、ここに写っているような建物をブレンダーで量産したいわけですが、一つ一つを完璧に再現していくのは気が遠くなる作業です。ではこれらをブレンダーで効率的に再現するためにはどんな点に注目すればいいんでしょうか？その答えは3つ。配置の規則性と共通パーツ、そして基本形状の種類にあります。まず1つ目、配置の規則性です。この画像に映る建物一つ一つを見てみると、別々の建物でも配置に同じ規則性が見えてきませんか？その規則性とは、それぞれの建物が階層に分かれていて、同じようなデザインの階層が積み重なっているというものです。積み重なっているということは、ブレンダーでモデリングしているときに、この一階層を作り込んで複製して重ねていけばいいわけですね。配置の規則性を紐解くと、手作業で作る工程を減らすことができて、とっても楽になっていきます。もちろん全ての建物に当てはまるわけではないですが、この画像に映るようなほとんどの建物は1階層を作り込んで縦に積み重ねることで効率的に再現できそうです。そして2つ目は共通パーツです。さっき説明した一階層を作り込むときに重要なのが、この建物をマンションらしくしている共通パーツです。その要素は例えば、一方向にへこんだり飛び出たりしているベランダ、外のバルコニーエリア、外についている階段、平面的な屋上、屋上の小物、ベランダなどがない小さな窓、縦に伸びたダクトや部屋ごとに開き方が異なるカーテンなど、これらが建物を似たような見た目にしている共通の要素だとわかります。最後に基本形状の種類です。効率的に建物のバリエーションを作りたいときは、似た建物の基本形状の種類を分析するのが早いです。ここでいう基本形状とは、窓やベランダなどディティールを極限まで取っ払った建物自体のシンプルな形のことです。土台の形といった方が直感的かもしれませんね。今回の画像に映る建物たちの基本形状を見ていきましょう。まずはこの建物の基本形状はこんな感じ。上から見ると長方形ですね。ではこの建物はどうでしょう？これは上から見ると L 字になっていますね。ではこの建物はというと、上の方が若干斜めになってます。こんな感じで似たような建物の基本形状の種類を言語化してみると、基本的にまっすぐ伸びているが、たまに屋上付近で斜面になったりする。土台は横長の四角形を基本に L 字に拡張されたり凸凹になったりするということがわかります。この種類を参考に土台を作って、たまにモデルの一部に変化をつけてあげることで、形状的なバリエーションが簡単に作れるようになります。これまでの3つのステップをまとめると、まず1つの形を決めて土台を作って、マンションらしい要素を意識した1階層分のモデルを作ります。そしてそれを積み重ねて、全体を見て個別の階層にディティールを加えます。そして最後に形状や要素に変化を加えて量産する。
こうすることで効率的に似たような建物が量産できます。それではブレンダーで作っていきましょう。始める前にブレンダーキットというアドオンを導入します。ウェブページからダウンロードして ZIP ファイルを編集のプリファレンスからアドオンタブに行って、この右上のディスクからインストールから導入します。アドオンを有効化してプリファレンスを保存します。そうすると 3D ビューポート上にこんな感じでバーが出てきました。この目のアイコンをクリックしてみると、こんな感じでいろんな 3D モデルが表示されます。ブレンダーキットは世界中のユーザーが作った 3D モデルをダウンロードすることができるんですが、今回は建物の指標となる素体のモデルが欲しいので、ここにヒューマンと打ちます。そうすると人間のモデルがいくつか出てくるのですが、右下に鍵がついているマークは有料プランじゃないと使えないので、この Search Filters の部分をクリックしてフリーファーストというボタンを押します。そうすると無料のモデルが最初に表示されるので、この中からヒューマンウォーキング 1.8 メートル、これをクリックしてみます。そうするとこんな感じで人間のモデルが読み込めました。今回はこの人のサイズ感を参考にしつつ作っていきます。他のオブジェクトは削除してしまって、ブレンダーキットもこの目のマークを押して非表示にします。では Shift+A で平面を追加して、アイテムプロパティから寸法15メートル ×10 メートルに変更します。人間のモデルは前の端の方に移動しておきましょう。平面を選択して、今寸法を変更したので、スケールの値が変わってしまっています。このままモデリングの工程に入ると、いろんな操作で比率がおかしくなってしまうので、このスケールを1に戻したいと思います。コントロール A を押してスケールを押すことで、トランスフォームを1に戻すことができました。ではタブキーを押して編集モードに入って、コントロール R でループカットモードに入って、マウスを置く位置でこんな感じで分割する位置を決めれるんですが、Y 軸の上あたりにマウスを置いて、マウスホイールを回して分割数を2つに設定します。この状態でクリックで確定して移動することができるんですが、これは右クリックでキャンセルします。そしたらこの2つの辺を建物のこの柱のあたりに移動したいので、SX として2つの辺の位置を調節します。このあたりですかね。そしたら今度は部屋の数に合わせてループカットを入れていきます。リファレンスを見る感じ6部屋あるので、ループカットの辺を4本追加して6部屋に均等に分割します。そしたら次に L 字になっている部分を削りたいので、X 軸上にループカットを追加します。そして数字キーの3を押して面選択モードに入って、シフトを押しながらこの3つの面を選択して X で削除します。少し L 字の部分を後ろに動かしたいので、キーボードの2番を押して辺選択モードに入って、この部分の辺を選択します。コントロールを押しながら反対の辺を選択することで、最短距離で辺を選択することができるんですが、このまま GY と押して位置を少し後ろにずらしてあげます。これで土台ができたので、次に Alt を押しながら辺を一つ選択して辺をループ選択します。そのまま EZ と押して建物の壁を作っていきます。この人間の身長に合わせて高さを微調節します。次に窓を作っていきます。面選択モードに入ってそれぞれの窓を選択します。I キーを押して面を差し込むことができるんですが、一旦クリックで確定して、この下の方にあるダイヤログを表示して個別にチェックを入れます。そうするとこんな感じで窓の幅が個別で制御できるようになります。このまま 0.1 メートルぐらいに設定しましょう。次にマテリアルプロパティに移動して軽く建物の質感を分けていきます。新しいマテリアルを追加して、一つは外壁、プラスマークを押して新規で追加して、フレーム、もう一度追加して窓枠、さらに追加して窓と追加します。質感は後々作り込むんですが、ビューポート上で違いがわからないので、フレームを選択して、下の方のビューポート表示を表示します。この中のカラーを少しいじってオレンジっぽくしておきます。窓枠も同様に黒っぽい色にして、窓は青っぽくしておきます。そしたら先ほど差し込みした面が選択されているので、フレームを押して割り当てをします。そうするとちょっと色が変わって、他のポリゴンは外壁のマテリアルが適用されていて、今割り当てたところにはフレームの
マテリアルが割り当てられています。では、さらに I キーをしてインサートしていきます。シフトをしながら少しずつ微調節して、だいたい幅が 0.035 メートルぐらいにします。そしたら E を押して奥に押し出ししていきます。これが窓のフレームの厚みになるので、いい感じの部分でクリックして適用します。そしたら今度は今選択している面のマテリアルを窓枠に割り当てます。もう一度 I をしてフレームの厚みを作ります。できたらそれぞれの窓を2つに分割するようにループカットを入れていきます。そしたら辺選択にして Alt と Shift を押しながら今追加した辺をクリックしていきます。すべて選択できたら Ctrl B でベベルを追加します。これが窓枠の太さになるので、これもだいたい 0.035 メートルあたりでクリックします。次に面選択モードに入って、それぞれの窓枠の右側の面を選択します。E を押して押し出して、マテリアルを窓に変更します。反対側を選択して、E で先ほどよりも奥側に押し出します。できたら同様に窓のマテリアルを割り当てます。はい、これで窓枠が完成しました。そしたら次に横側にある窓を追加していきたいので、またループカットで横の面を分断します。面選択でこの面を I キーで差し込みます。高さがだいたいあったら SY で自分の作りたい窓の大きさに変更します。次に G キーと Z を押して高さを調節したり、G キーと Y キーで横軸の位置を調節していきます。位置が決まったらまたマテリアルを適用していきます。今回はフレームはいらないので、そのまま E キーで押し出しをして、マテリアルを窓枠にしてから I キーで差し込んで、また E キーで押し出して、窓のマテリアルを適用します。こんな感じで小窓ができました。次にベランダを作っていきます。辺選択に入って、一番右端の辺を選択します。コントロールを押しながら反対側の辺をクリックして最短で選択します。EY でベランダの奥行きを作って、面選択に入って C キーで今押し出した面をすべて選択します。エスケープでキャンセルして P キーで今選択した部分を分離します。オブジェクトモードに戻って今分離したベランダを選択して編集モードに入ります。辺選択で C キーを押して窓枠の前にある2つの辺を選択していきます。この辺を X を押して限定的妖怪で削除します。面選択で端っこの辺を選択して削除します。削除できたら A キーを押して全選択して E キーでベランダの厚みを作っていきます。そしたら今追加した厚みの部分をクリックして選択していきます。反対側もしっかり選択します。Alt E で方線に沿って面を押し出しを選択します。するとこんな感じでマウスを動かすことで押し出しの範囲を決めれるんですが、これがベランダの壁の厚みになるので、このぐらいで確定しておきます。少し歪んでしまっているので、均一オフセットにチェックを入れて歪みを取ります。今押し出してできた上向きの細長い面を選択します。そのまま E キーを押してベランダの壁の高さを作っていきます。はい。これでベランダができたんですが、高さが均一でどこか味気ないので、この辺とこの辺に切れ込みを入れてみたいと思います。Alt と Shift を押しながら、これらの辺をループ選択して、Ctrl B で切れ込みの厚みを作っていきます。追加できたら、Ctrl R で高さを分断する位置にループカットを入れます。面選択に入って、切れ込みを入れたい部分の面を選択していきます。選択できたら X で削除します。するとこんな感じで穴が開いてしまうので、この辺とこの辺をシフトで選択して F で面を貼ります。同じように他の面も面を貼っていきます。はい、面を貼れました。ということで建物本体の基本的な形状はこれで完成しました。オブジェクトモードの状態でこの2つのオブジェクトを選択します。Ctrl J をしてこれらの2つのモデルを統合します。そしたら、モディファイヤープロパティに行って、モディファイヤーを追加、生成から
配列をクリックします。そうするとですね、こんな感じで横に伸びてしまうんですが、このオフセットの値を0にして、Z を1にすることで、こんな感じで縦に配列されるようになります。ここの数の値を変更すると、こんな感じで高さを自由に変更することができます。ブレンダー 5.0 からこの十字のエンプティを上下に動かすことで高さを自由に決められるようになりました。めっちゃわかりやすいですよね、これ。高さをだいたい14回ぐらいにすると結構マンションっぽく見えるんじゃないでしょうか。では次に階段のモデルを作っていきます。一旦配列モディファイアはこのリアルタイムボタンを押して非表示にしておきます。建物の高さの情報などを取るためにこの部分の面を選択して Shift+D で複製します。一旦このぐらいの位置に置いておいて P キーで選択を分離します。ではこの分離したオブジェクトの中で作業を進めていきます。編集モードに入って下の辺を選択して Shift+D で複製します。E キーで押し出して階段の床を作ります。一旦編集モードを抜けて、この人の素体を近くに移動しておきます。そしたら、このオブジェクトの編集モードに入って、コントロール R でループカットを2本追加します。SY キーを押して、階段部分の幅を決めていきます。真ん中の面が階段部分、その両端の面が地面になるので、それを意識してサイズを調節します。調節できたら、先ほど複製してきた壁の面に対してループカットを入れます。そしたら画面上部にあるこのスナップというところを押して、スナップ対象を頂点に変更します。そのままこの磁石のマークをクリックして、スナップを有効にします。手前の面を選択して、GZ で高さを変更します。この時にマウスカーソルで近くの頂点を選択すると、こんな感じでスナップができるんですが、これを今選択した真ん中の位置でクリックします。すると、こんな感じで建物の半分の高さの位置でスロープを作ることができました。この状態で今選択していない2つの面を選択して Shift+D で複製します。適当な位置で位置を確定して RZ180 で反対方向に回転させます。GX キーで少し後ろに移動させます。今空いた幅を面を張って確定させます。そしたら次にこの部分を選択して GX キーで奥に引き伸ばします。この時に先ほど面を張ったこの位置の頂点を選択して確定します。さらに EX キーで押し出して今度は一番奥のこの頂点にスナップさせて確定します。面選択に入ってマウスカーソルを階段の上に置いたら L キーを押してリンク選択します。このまま E キーで押し出して階段の地面の厚みをつけていきます。このぐらいですかね。次に外側の壁を作っていきます。一旦スナップは切っておきます。コントロール R でループカットを追加してスライドでこの右端の方に寄せていきます。これを外側の外周すべてに行います。これができたら面選択に入って今追加した部分の辺をすべて選択します。この状態で E キーを押すと壁を押し出すことができます。人間の腰の上ぐらいの高さで確定します。こんな感じで壁ができたら内側の柱を作っていきます。スナップをオンにしてこの部分の辺を選択します。EY で押し出してこの部分の頂点にスナップさせます。そしたら面選択に入ってこの面を E で押し出します。スロープの下の頂点にスナップさせて確定します。ここまでできたら、このガイドとなる壁面はいらないので消してしまいます。まだ途中ですが、配列モディファイアをオンにして、どんな感じか確認してみましょう。すると、こんな感じで、この部分が浮いてしまっていますよね。これを直すには、オフセットの Z を少しずつ下げていって、ぴったり合うところで離してあげます。すると、こんな感じで、階段が縦に伸びているモデルがうまくできてそうですね。このままだと、この階段の部分がスロープ状になっているので、次はここを作り込んでいきます。配列モディファイアを一旦非表示にして、この坂道になっている一つの面を選択します。P キーを押して、選択で分離して、オブジェクトモードに戻ります。この階段のオブジェクトを一度アウトライナーのこの目のマークで隠します。そしたらこの残った坂のオブジェクトを選択して編集モードに入ります。ループカットを追加して階段の一幅ぐらいの間隔で辺を追加していきます。確定したら一番下の横に伸びている辺も選択して P キーで分離します。編集モードを抜けてこの平面のオブジェクトを削除してしまいます。このオブジェクトが残ったら
非表示にしていた階段のオブジェクトを表示して、この辺だけのオブジェクトを選択します。編集モードに入って、A キーで全選択して、EZ で高さを押し出して、スナップツールで上側の地面の頂点にスナップさせます。クリックで確定して、今度は EY で横軸に伸ばしていって、同じように上の地面の頂点にスナップさせます。クリックで確定すると、こんな感じで階段ができます。では上にも同じことをしていきたいんですが、階段のオブジェクトの編集モードに入り、すべて選択した状態で Shift D で複製します。一旦適当な位置で確定して、RZ180 と入力して回転を反転させます。高さを上の方に持っていって、また G キーで地面の頂点にマウスを置くとスナップされるので、ここでクリックします。そうすると、こんな感じで階段が完成しました。この2つのオブジェクト分離されてしまっているので、2つとも選択して、Ctrl J で統合します。配列モディファイアをオンにして確認してみると、こんな感じでしっかりと階段が反映されていることがわかります。では、先ほどのマンションの配列モディファイアもオンにして、この階段のオブジェクトを建物に近づけていきます。すると、こんな感じで、かなり建物っぽい造形に近づいてきました。このままだと上に屋根がないので、屋根を作っていきましょう。建物の配列モディファイアを非表示にして、編集モードに入ります。C キーで建物の地面をすべて選択します。Shift D で複製して、GZ である程度の高さまで移動させます。そしたら P キーを押して選択で分離をします。編集モードを抜けて、今分離したオブジェクトを選択します。この高さを上げていって、建物の非表示にしていたモディファイアをオンにします。今複製した地面のオブジェクトを建物の一番上の頂点にスナップさせます。編集モードに入って A キーを押して X で限定的妖怪をクリックします。これで必要ない辺や頂点が削除されるので、この状態で E を押して厚みをつけます。オルトを押しながらこの縦方向の辺をクリックすると、周りの辺をループ選択することができます。この状態で Alt E を押して、方線に沿って面を押し出していきます。このぐらい押し出したら、均一オフセットにチェックを入れます。そして、この斜めになっている辺を Alt を押しながらクリックして、ループ選択します。同じように E キーで押し出しをして、このぐらい高さをつけておきます。編集モードを抜けて、これで建物の屋根は完成しました。次に階段が上にめり込んでしまっているので、数を一つ減らします。階段の上の足場がここで切れてしまっているので、下のオブジェクトから複製していきます。配列モディファイアを一度非表示にして、階段のオブジェクトの編集モードに入ります。Z でシェーディングをワイヤーフレームに変更して、面選択モードの状態で P キーを押して、この部分を範囲選択します。ソリッドビューに戻して、Shift D を押して Z で少し高さを移動しておきます。先ほどと同じく P キーで選択で分離をします。編集モードを抜けて、今複製したこの足場のオブジェクトを選択します。この階段のオブジェクトを選択して、配列モディファイアを表示します。そして今作成したオブジェクトをクリックして、上の方に持っていきましょう。GZ でこの位置の頂点にスナップさせます。これで高さはあったんですが、この横幅を合わせていきたいので、編集モードに入ります。Z でワイヤーフレームモードに入って、P キーでこの部分の面をすべて選択して、X で面を削除します。そしたら頂点選択モードで、ここの頂点を4つ選択して、E キーで伸ばしていきます。手前の柱の部分でスナップさせてクリックして、こことここを面貼りします。次にこの部分の面を選択して、E で押し出します。柱の高さと同じにして、この部分に壁を作っていきます。この3つの面を選択して X で削除します。そしてこの2つの辺を選択して F で面貼り。同じようにこの部分も面貼り。この部分も面貼りしていきます。これで壁の部分はできました。はい、こんな感じで建物の基本的な外観はこれで完成になります。ここから小物を追加してもいいんですが、建物の質感をつけていきたいと思います。レンダープロパティに移動して、レンダーエンジンをサイクルズに変更します。デバイスが GPU になってない人は GPU 演算を選択しましょう。この状態でライトパスを開いて、コースティクスの反射と屈折にチェックが入っていることを確認してください。できたら Z を押してレンダービューにしましょう。すると
まだ何も設定していないので、こんな感じで白いままになっています。とりあえずここに環境光を追加していこうかなと思うんですが、前回の動画で紹介した HDRI を使ってもいいんですが、今回は Blender 5.0 で強化された待機テクスチャノードというものを使ってみようと思います。画面を見やすくするために、この辺りで右クリックをして垂直に分割を押します。そのままマウスをドラッグしてクリックすると画面が分割されます。このエディタータイプをクリックしてシェーダーエディターに移動します。この部分のオブジェクトをワールドに変更して、シフト A を押してテクスチャから待機テクスチャを追加します。左側をレンダービューにして、待機テクスチャノードのカラーのソケットと背景ノードのカラーをつなぎます。すると、こんな感じでシーンに待機が追加されました。このままだと少し明るいので、このプロパティを変更していきます。背景テクスチャの強さを1から0.2 ぐらいに下げておきます。そして太陽のサイズも少し下げて、太陽の高度をこう上げていくと、こんな感じで、夕暮れだったり、フィルだったりの大気の状態をシミュレーションすることができます。今回は若干夕暮れ前のこのぐらいにしようかなと思います。空気抵抗とエアロゾルをそれぞれ 0.5 ずつ上げていきます。はい、この環境で今回は見た目を作っていきます。シェーダーエディターのワールドをオブジェクトに戻して建物の壁面を選択します。マテリアルプロパティに移動して外壁をクリックしてこのシェーダーエディターの中でマテリアルを作り込んでいくんですが、レンガだったりコンクリートのようなリアルな質感は画像のテクスチャを使うのが一番早いです。ということで、ネットから PBR テクスチャをダウンロードしてもいいんですが、今回はせっかく Blender Kit アドオンを導入しているので、このアドオンから探してみようと思います。この×マークを押してヒューマンという文字を消して、マテリアルの欄に移動すると、こんな感じで様々なマテリアルを無料で使うことができるんですね。今回はレンガのような質感にしたいので、ブリックと打ってみます。そうすると様々なレンガ調のマテリアルが表示されるんですが、今回はこのシンプルブリックを使ってみようと思います。はい、そうすると先ほど外壁となっていたマテリアルが自動で置き換わってレンガ調の質感に変わりました。他のレンガのテクスチャもダウンロードしてみると、こんな感じでいろんな質感を試すことができます。今回はこのシンプルブリックでいこうかなと思います。ブレンダーキットからマテリアルをダウンロードすると、このディスプレイスメントマップが入っていることがあります。これはテクスチャに書かれた凹凸情報を読み込んで、実際のメッシュを変形させる便利な機能ですが、サブディビジョンサーフェスなどでかなりメッシュを細分化しないと使えないので、今回は軽量化のために接続を解除してしまいます。また外してみるとこんな感じで、表面のシェーディングがおかしかった部分が治ります。ブレンダーキットの他のマテリアルを適用するときも、ディスプレイスメントマップは一度外してみて確認することをお勧めします。フレームのマテリアルスロットを選択して、この部分にアイロンと入力します。するとこんな感じで鉄のテクスチャがいくつか出てくるんですが、ここで一点気をつけておきたいことがあります。それがですね、こんな感じでプロシージャルと書かれたものがたまに混じっていることがあります。このプロシージャルというのは、ブレンダーの中でマテリアルの柄を生成したりして、画像を使わないで質感をつけることができるマテリアルなんですが、これがそこそこ重かったりするので、普段は先ほどのレンガのように画像テクスチャをベースとしたマテリアルを使いたいので、プロシージャルは何か理由がないときは使わないようにしています。数が少なかったり、小物だったりはとても便利なのでよく使います。ブレンダーキットにはこのテクスチャのタイプをプロシージャルとテクスチャベースで選べる欄があるので、ここでテクスチャベースを選択すると画像を元に作られたマテリアルだけが表示されるので、この機能を使ってみるのがおすすめです。では今回はこのオルドアイロンを適用してみます。するとこんな感じで少し見づらいですが、しっかりフレームの部分に鉄のテクスチャが反映されたことがわかります。このマテリアルもディスプレイスメントがつながっているので削除してしまいましょう。次に窓枠のマテリアルを追加します。今度はブラックアイロンと検索して、このテクスチャ良さそうなので適用してみます。はい、するとこんな感じで窓枠が黒のテクスチャになりました。これもディスプレイスメントマップは削除しておきます。そして最後に窓なんですが、ウィンドウグラスと検索すると、こんな感じで窓のテクスチャがあったりするんですが、このぐらいは自分で作れるので作ってみましょう。ガラスの質感を作るときは、この電波の値を高くして、粗さを0にします。
これで完了です。中が暗いので全然中の景色見えないですが、内側から外を見てみるとこんな感じでちゃんと透けていますね。粗さを高くするとすりガラスっぽいような雰囲気になったりします。一旦今回は粗さ0でいこうかなと思います。次に階段のテクスチャを割り当てていきたいんですが、階段はまあ一つのコンクリートのようなテクスチャで大丈夫だと思うので、このスロットを全部削除しておきます。そしてブレンダーキットからコンクリートと打って、この中から雰囲気に合いそうなマテリアルを選んでいきます。今回は一番最初に出てきたこれを使ってみましょうか。はい。で、ディスプレイスメントは切っておきます。最後に屋上のマテリアルですね。これもこんなにスロットはいらないので、全て削除してしまって、コンクリートの別のマテリアルを適用してみます。で、ディスプレイスメントを切ってみます。とりあえず、あらかたマテリアルは適用できたんですが、建物の外壁とベランダ部分の外壁が同じになっているのが少し気になるので、マテリアルを分けていこうと思います。分けたいときは編集モードに入って、ベランダ部分にカーソルを当てて L を押します。そしてベランダ部分だけ選択ができたら、マテリアルスロットを追加ボタンを押して何もないところでアサインします。するとこれで壁とマテリアルが分離できたので、これをまた別のコンクリートのマテリアルに設定していきます。ではこれにしてみますか。はい、これで完成と言いたいところなんですが、見ていてどうでしょうか。窓が全部同じような見た目をしていたり、この面に関してはレンガの柄が全く同じで、あんまりリアリティがないなという風に感じてしまいます。こんな感じでネットから拾ってきたマテリアルをつなぎ合わせるだけだと、よくこういう問題が起きてしまいます。今日はこの安っぽさを改善する方法も紹介していきます。いろいろな原因が考えられるんですが、そのうちの大半がリピートされたテクスチャのタイリング感が原因です。タイリング感というのは、例えばこのレンガだと、この部分にこんな感じの黒い縦の線が走ってると思うんですが、これが等間隔で横に並んでいて、それがずっと縦に引き伸ばされていたり、この階段だと、この部分のテクスチャの柄が横にも、さらに横にも、同じ柄がずっとリピートしていますよね。これがタイリング感です。このタイリングの問題をカモフラージュするような技術を皆さんに紹介します。レンガのマテリアルに移動して、Shift A から入力アンビエントオクルージョンを追加します。そしてカラーからカラーランプを追加して、テクスチャーからノイズテクスチャを追加します。ノイズテクスチャの係数とアンビエントオクルージョンのカラーをつないで、アンビエントオクルージョンのカラーをカラーランプにつなぎます。そして、このレンガのマテリアル出力を Shift D で複製して、クリックすると赤くなって有効化されます。確認のためにこのカラーランプをマテリアル出力に直接つないでみます。アンビエントオクルージョンの内側を押すと、一つ一つの階層の端っこの方が黒く汚れた表現になります。このカラーランプの値をいじると、こんな感じで明度を調節できるんですが、ノイズテクスチャのスケールを下げてみると、バリエーションをたくさん試すことができます。カラーランプの値を反対にすると、端の部分が白く浮かび上がるので、このぐらいに調節して、ノイズテクスチャを若干粗くして、アンビエントオクルージョンの距離を少し短くしてみます。こんな感じのマスク画像ができたら、Shift A でカラーミックスノードを追加して、プリンシブル BSDF のベースカラーにつながっている部分に挟みます。そしてこのカラーランプとミックスノードの係数をつなぎます。ミックスノードのブレンドモードを乗算に変更して、プリンシブル BSDF につながっているマテリアル出力ノードをクリックします。この乗算の B の部分の値を暗くしてみると、先ほどの白い部分が黒くなって合成されるので、この状態でカラーランプの値を調節して汚れ感を調節していきます。いろいろ試行錯誤して詰めていくんですが、色を薄くしたいときはこの B の値の黒色を明るくすることで薄くなっていきます。はい、いろいろ調節してこんな感じの値になりました。これを他のマテリアルでもやっていきたいんですが、効率化するためにこの5つのノードを選択して Ctrl+C でクリップボードにコピーします。次に目立つのがこのベランダの質感なので、このコンクリートのマテリアルに移動してペーストで貼り付けます。同じようにベースカラーを A につないで、乗算の結果をベースカラーにつなぎます。今度は黒すぎるので、マテリアル出力をまた押して、端の方だけが白くなるように調節します。
ということでいろいろ試行錯誤してこんな感じになりました。カラーランプノードの一番左に黒色を追加することで何もない時と比べて床側の白色が黒くなっているのがわかります。これでマテリアルを表示してみるとこんな感じ。ない時がこれで追加するとこんな感じ。些細な差なんですが全体で見てみるとかなり馴染んだかなと思います。同じことを階段にもやっていきます。でこの階段なんですが結構コンクリートのタイリング感が目立つのでUV を調節していきます。ウィンドウのこの端の部分をクリックして、水平に分割をクリックします。この辺で分割して UV エディターに移動します。階段のオブジェクトを選択して編集モードに入り、A で全選択して U を押してキューブ投影を選びます。そうするといい感じに UV 展開をしてくれるので、展開された UV をすべて選択して UV を移動したり、拡大縮小したりして、テクスチャのサイズを調節します。このぐらいでいいですかね。ではマテリアルの調節をしていきます。ここでもノードをペーストして、ベーステクスチャの間に差し込みます。端が黒色になるように調節して、はい、値を調節してこんな感じになりました。出力を見てみるとこんな感じです。上も同じように UV 展開して、タイリングを調節して、マテリアルの調節をしていきます。汚れを追加したことで全体が少し暗くなってしまったので、カラーから HSV ノードを追加して明度を上げていきます。明るさは調節できたので、全体のバランスを見つつ汚れを調節していきます。ということで調節できました。大体の質感はこれでいいかなと思うんですが、窓が全て鏡面みたいに反射してしまっているので、この部分を直していきたいと思います。リファレンス画像を見てみると、各部屋ごとに開いたり閉じたりしているカーテンが見えますよね。これをブレンダーで再現していきたいと思います。窓の奥側に一つ一つカーテンを配置していけばいいんですけど、それだとめんどくさいですよね。そこである画期的な仕組みを自作してみました。それがこのマテリアルです。今は平面に少し開いたようなカーテンが表示されていますが、これを配列モディファイアで複製すると、こんな感じで開き方が勝手に変わりました。さらに複製していくと、こんな感じ。これは UDIM というテクスチャの仕組みを使ってメッシュのアイランドごとに UDIM 番号をランダムに割り振ることで実現しています。実態はただのメッシュ平面なのでとても軽いですし、何より配列モディファイアで複製するだけで簡単にバリエーションが作れるのでかなり便利だと思います。このカーテンのマテリアルは無料でダウンロードできるようにするので活用してみてください。建物のシーンに戻ってきました。建物の配列モディファイアを非表示にして編集モードに入ります。そして部屋の片方の窓のメッシュを選択します。Shift D で複製して Y で少し位置を動かします。そしたら変選択モードに入ってそれぞれの窓の片側だけを選択します。GX で移動して窓を覆いかぶさるように大きさを変更します。それぞれのメッシュをまた選択してトランスフォームピポットポイントをそれぞれの原点に変更します。この状態で高さだったり横幅のスケールを大きめに変更します。窓までの距離もかなり近づけます。こんな感じでできたらレンダービューにしてマテリアルプロパティに移動します。新しくマテリアルスロットを追加して割り当てます。ここに先ほどのマテリアルを適用していきたいんですが、一度編集モードを抜けてファイルからアペンドをクリックしてダウンロードしたブレンドファイルを選択してマテリアルの中のカーテンジェネレーターを選択します。これで読み込まれたのでマテリアルスロットのこの部分を押してカーテンジェネレーターを追加します。見てみるとまだ真っ黒になってしまっているので編集モードに入って U を押してリセットをします。そうするとこんな感じでカーテンのマテリアルがランダムに生成されていることがわかります。窓が反射して少し見づらいので
窓のマテリアルに移動して IOR の値を少し下げてみます。そしてこの小窓の部分にもカーテンを追加したいので、編集モードに入って、この一つのカーテンのメッシュを選択して、Shift D で複製します。RZ90 で回転して、S で少しサイズを変更して、窓の位置まで移動させます。ちょっと見づらいんですが、ライトで照らしてみると、ちゃんとカーテンが反映されていることがわかります。ということで、この配列をまたオンにしてみます。そうすると全ての階層にカーテンのテクスチャが割り当てられています。若干カーテンのマテリアルが暗いので、カーテンジェネレーターのマテリアルに移動して、プリンシプル BSDF と乗算の間に HSV ノードを追加して、明度を3ぐらいに変更します。そうするとカーテンが明るくなって見やすくなりました。この部分適用できていなかったんですが、階段と同じくコンクリートのマテリアルを適用します。編集モードに入って U からキューブ投影で UV マッピングを行います。ここまで作れたら建物にディティールを追加していく作業に移ります。エリアを分割して左で全体像を見ながら右面で作業していこうと思います。追加していく要素としては、外側についている小さな排気口を追加していったり、部屋と部屋の間にある簡易的な壁を作っていったり、物量をどんどん足していきます。まずは壁面に沿って立方体を出して、鉄のマテリアルにしましょう。こんな感じで選択できたら、コントロール B でベベルをかけていきます。マウスホイールを回して分割加減を調節して、クリックで確定します。少し大きそうなので、L で全選択して、少しだけサイズを下げておきます。下から見た時に何もないので、I を押して押し出して、コントロール R でループカットを入れて、ここだけ上に押し出していきます。このままだとカクカクしたシェーディングになっているので、W を押してスムーズシェードに変更しておきます。次はベランダに移動して、編集モードに入り、建物の間にある辺を選択していきます。選択できたら、Shift D で複製して、Y で移動します。SZ で高さを変更して、EY でさらに押し出ししていきます。目立たせすぎたくないので、少し小さめのサイズにしておきます。これらの面をすべて選んで、位置を微調節します。E で押し出します。若干厚みができたら、カットを2つ追加します。全部のループカットを選んで、コントロール B で面を分割します。そしたら画面右上のマニピュレーターのアイコンから X を押します。そして Z でワイヤーフレームモードに変更して B でこの面を選択します。そうすると奥もすべて選択できているので、このまま E で押し出しします。これで取っ手ができましたね。若干高さが高いかなと思ったので、下の方に移動して、ブレンダーキットでプラスターと打ってマテリアルを追加していきます。このマテリアルを適用してみました。ディスプレイスメントは切ってしまって、少し明るすぎるので、HSV ノードを追加して、明度を下げていきます。ではパイプを追加していきます。円柱モードに入って、円柱を追加します。サイズを下げていって、スナップモードが有効になっていることを確認して、下の面を GZ でこの頂点に吸い付けます。同じように上の面も上の頂点にスナップさせて L キーを押して位置を調節します。少し細すぎるので、下の面と上の面を選択解除して、オルトを押しながら S を押して補調させます。このくらいですかね。確定したらクリックをして、マテリアルを先ほど追加したプラスターに割り当てます。パイプのつなぎ目を追加したいので、コントロール R を押してループカットを入れて、これをさらにコントロール B で分割します。分割した面をオルトクリックで選択して、オルト E で縫線に沿って面を押し出しします。この壁面に一番近い2つの面を選択して E で押し出します。これでパイプのつなぎ目のような表現ができました。はい、ということで、ある程度ディティールも追加できたので、今回はこの辺で完成にしようと思います。まだまだ室外機だったり、屋上のアンテナだったり、追加できる要素はいくつかあると思うんですが、ここからは皆さんが好きなように追加していってください。
いかがでしたでしょうか？今回のように都会の建物は共通パーツと配置の規則性、基本形状の種類を見抜いてしまえば、最小限の作業で似たようなモデルを効率よく量産できるようになります。あらかじめこれらの要素を言語化して、その建物に合った作り方を考えておくことが、後の作品の制作スピードに関わるので重要な工程になります。ただ、全部の建物の全階層が全く同じ形状ではないので、複製して積み上げていく方法と手動で作り込んでいく部分、それらをうまく混ぜ合わせて、見ていて飽きないクオリティの高いモデルを効率的に作っていきましょう。今回の動画が参考になった方は、高評価とチャンネル登録、コメントぜひお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。